こんにちは、ブラックパンダです。いきなりですが皆さん、こんなことはないですか？いい感じのジャンクノートパソコンを見つけたけど、ヒンジや筐体が破損していて、購入を諦めたっていうことありますよね。僕はしょっちゅうあります。なので今回、ヒンジ筐体の修理にチャレンジしました。ヒンジに関しては、車のバンパーにも応用できるやり方なので、結構頑丈に直すことができました。何かの参考にはなると思うので、ぜひご覧ください。それでは行きましょう。はい、それでは今回やっていくジャンクはこちらです。IBM 時代のシンクパッド、130っていう機種ですね。こちらも見えてますが、ヒンジがもうバッキリとね、折れてます。で、筐体もこの辺ですね。もうプラスチックがありません。こっちもひどいですね。こんな感じです。付属品はバッテリーとアダプターですね。それでは中を見てみましょう。液晶のベゼルがもう落ちそうですね。ヒンジ部分は完璧に折れてます。ここ実は最初割れてなかったんですけど、ちょっと触ったら割れました。プラスチックがもうどうやら劣化してますね。この辺もないですし、液晶は安定のビネガーシンドロームです。一応電源さして動作確認してみましょう。買う時に説明欄には起動しませんって書いてあったんですけど、どうでしょうか？バッテリーランプがついたので通電はしているみたいですね。スイッチを押して起動確認してみましょう。何やら液晶が乱れていますが IBM のロゴが出ましたね。液晶の乱れが治りましたね。接触不良やったみたいですね。しばらくほっといたら Windows XP のロゴが出ました。どうやら OS 入っていたみたいですね。はい、ということで無事起動確認ができました。最初にも言いましたが、今回やるのはこのボロボロの筐体ヒンジの修理になります。液晶に関しては今回は何もしません。また時間があればこっちもチャレンジしてみようと思います。それでは分解します。はい、分解しました。折れているところや外れている部分はテープで仮止めしています。実は分解途中に何箇所も追加で壊してしまいました。プラスチックの劣化がね、ひどすぎて一回触ったら一回折れるみたいな、そんな状況でした。はい、そして今回の主役がこちらです。ジャンク界ではおなじみプラリペアになります。ではまず手始めにこの液晶ベゼルを直していきましょう。プラリペアの使用方法ですが、この割れている部分を塗装面近くまで削り込んで V 字にする必要があります。こういう感じで V 字にして接地面を多く取った方がプラリペアがより頑丈にひっつきます。それでは実際にやってみましょう。本当はタックナイフを使いたかったんですが、夜の作業になるのでこのモーラナイフを使って削っていきます。裏面の方から V 字になるように削っていきます。両サイド同じように削るとこのように溝ができると思います。この溝のところにプラリペアをつけていきます。はい、ここからプラリペアを使っていきます。瓶に入っている液体をスポイトを使って容器に移していきます。移し替えたら先端に付属している針をつけます。そしてこの粉ですね。
この怪しい粉に先ほどつけたニードルを少しね、ひねると液体が出てきます。で、液体が先っちょまで行った時にちょんちょんってやったら先っぽにね、この粉が固まってつくので、それをこの溝に合わせて置いていきます。結構液体を出した方が使いやすかったですね。針の先っちょで伸ばして何回かつけるとこんな感じになります。この状態で5分放置して乾燥させます。はい、5分経ちました。どんな感じになっているか見てみましょう。こんな感じで結構ね、ガチガチについていますね。思ってたよりね、かなり頑丈についていますね。ひねっても大丈夫そうですし、ちょっと衝撃を与えても全然外れる気配はありません。次はこの欠損してプラスチックがなくなっている部分ですね。これもプラリペアを使って直すことができます。裏からセロハンテープで蓋をして、その上にプラリペアを乗せていくだけです。こんな感じで欠損部分にどんどんプラリペアを詰めていきます。多い分に関しては固まった後に削れるので、多めに使っちゃっても大丈夫です。はい、5分乾燥させたので見てみましょう。こんな感じでちゃんとプラリペアが詰まっていますね。ただこういうちょっと厚めにプラリペアを持ったところは長めに乾燥させた方が良さそうですね。液晶ベゼルの割れや小さい欠損部分はこれで補修することができました。結構思ってたより頑丈につきますね。柔軟性も多少はあるみたいで、ひねっても大丈夫です。次は大きめの欠損部分の補修に移ります。型取りにはセロハンテープを使用しています。こういう場合は直接プラリペアの粉を型の上に乗せた方が早いです。こういう感じで全体的にまんべんなく、ちょっと気持ち多めの方がいいぐらいですね。粉を乗せて上から液体をひたひたになるまで乗せていきます。はい、1時間ぐらい放置して乾燥させました。こんな感じですね。結構いい感じにできているんじゃないんでしょうか。はい、次はこの横の部分ですね。ここは結構範囲が広かったので、セロハンテープだとへたってしまうので、裏からアルミテープを貼って型取りをしました。ここもさっきと同じように作業します。はい、作業を終えて乾燥させました。こんな感じですね。ちょっとね、まだ形はいびつなんですけど、後で削って整えていきます。はい、次はボトム部分の補修です。このようにまたアルミテープを V 字にして型を取りました。この部分ですね。ここにまたプラリペアの粉を入れて液体を浸していきます。結構分厚くしないといけなかったので、何層かに分けて作業しました。ここは結構乾燥に時間がかかりそうなので、
その間に別の作業を行います。はい、次はいよいよヒンジ部分の修理にかかります。今は裏からセロハンテープで留めている状態です。ここは液晶の開閉時にかなり負荷がかかるので、プラリペアだけだと不安です。なのでこいつを使います。ホームセンターで購入したステンレスメッシュです。これを補修箇所の大きさに合わせてカットします。そしてハンダゴテを使ってこのメッシュをプラスチックの中に埋めていきます。端の方から押し当てるとちょっとずつプラスチックが溶けてメッシュが中に入り込んでいきます。こんな状態ですね。メッシュを埋めるとこんな感じになります。実はこの状態でもかなり強度はあって、この角の部分だけを持ってもプラスチックは割れませんでした。はい、そしたらこの上からプラリペアを乗せてさらに強度を増していきます。はい、プラリペアを乾燥させました。かなり頑丈になっていますね。もしかしたら元より頑丈になっているかもしれません。はい、こちらですね。実は分解途中に折れていない方のヒンジも折れてしまったので、こっちも同じように補修しておきました。はい、ボトム部分の乾燥が終わりました。こんな感じですね。結構強度があるので、こういう補修にも全然使えますね。それでは余計な部分を削って仕上げに入っていきます。削って形を整えたら次は塗装です。もう今回はね、簡単に色を合わせるだけなんで、この家にあった適当な黒を塗っていきます。補修箇所の塗装が終わったら、組み立てて完成品を見ていただきましょう。はい、組み立てました。こちらが完成品になります。ベゼル部分は大丈夫そうですが、このベゼルカバーのプラスチックが今壊れました。本当にね、もうプラスチックがね、劣化でボロボロなんですよ。これですね。はい、それではあまりお見せしたくないんですが、近くに寄って見てみましょう。まずはこの角、割れていて欠損していた部分ですね。もうちょっとね、ちゃんと形を合わせれればよかったなと、今、後悔しています。はい、次は苦労して作ったこの横の部分ですね。ボコボコやし、形も全然合っていません。ヒンジ部分は、見た目はちょっとあれですけど、結構ね、頑丈にできています。今からちょっと開閉テストをしてみますね。結構ガシガシやってますが、全然壊れる気配はありません。かなり頑丈に直すことができました。ここだけは成功ですね。次は一番割れがひどかったパームレスト部分なんですが、ここ最後ね、プラリピアが足りなくなってしまったので、クリアファイルを切って貼り付けました。で、IBM のロゴは、プラリピアの液が漏れてダメになっちゃいました。裏側もお見せしますね。バッテリーは最初プラスチックが壊れていたのでつかなかったんですが、プラリペアでなんとか保持することができました。で、ここなんですが、最後修理が終わって組み立てている時に割れました。ここもですね、やっぱりね、プラスチックの劣化が激しくて、どうしてもね、どんどん割れちゃいます。はい、それでは今回ヒンジ筐体の修理に挑戦しましたが、
不器用さがかなり出てしまいました。ただこういうチャンネルをご覧の皆様は絶対に僕より器用だと思うので、何かの参考になれば幸いです。ちゃんと型を取って色も合わせれば、結構ね、元通りとはいかないですけど、かなり綺麗に仕上がると思います。一応ここでビフォーアフターを出しておきます。はい、今回いかがだったでしょうか。仕上がりはブラックパンダクオリティということで勘弁していただきたいですが、このヒンジ部分の修理はね、かなりうまくいきました。壊すつもりでやってますが、全然びくともしませんね。ここだけが唯一の成功です。それでは今回もご視聴ありがとうございました。また次のジャンクでお会いしましょう。